皆さんこんばんはです。では本日も、ゲーム実況の方をしていきたいと思います。大丈夫かな画面。ちょっと待ってください。オープニング。今画面の調整してますね。ちょっと開始。大丈夫かな。画面の調整をねちょっとしてます。はい、こんばんはです。もうちょっと大きくしてもいいのかな画面。はい、こんばんはです。こんな感じかな。あ、OK ですかね。で、明るさ。明るさも OK ですね。はい、こんばんはです。OK ですね。はい、こんばんはです。じゃあ、ツイッターでね、生放送始まりましたってつぶやきますんでね、ちょっとお待ちください。よかったら今の間にね、いいねボタンを押していただくと、嬉しいのでね、よかったらよろしくお願いいたします。アナログなゲームだからね、しゃあないよね。昔のゲームだからね、昔のゲームを、なんだっけ、最新の機器でやるってなると、どうしても調整しないといけないんだよね。調整しないと、なんだっけ、画面が例えば、暗すぎたり、あとは、ワイドになっちゃって、なんだっけ、なんじゃこれになっちゃうしね。なんだっけ、今はね、任天堂スイッチとか、なんだっけ、PS5 とかだと、そういったのは一切必要ないんですけどね。ただ、昔のゲームは、もともとほら、30年前とかのテレビとか通信機器でやるゲームなんで、どうしてもね、そういうのをいじらないといけないっていう状態なんですね。OK ですかね。はい、じゃあ始めていきましょうか。では、だからほら、なんだっけ、多分私のレトロゲーム見てると、一番多分みんな気がおかしいと思うのは、BGM でかすぎて、声が小さいとかね、キャラクターボイスが小さくて声がでかいとかっていうのは、昔のゲームの仕様なんだよね。だから今だったらね、サウンド、なんだっけ、BGM を下げて、ボイスを大きくするとかできるんですけど、昔のゲームは同時収録って言って、別々にできなかったんで、BGM と音声を同時に収録してるんですね。なので、どうしても声がちっちゃくなっちゃってるっていうのは、多分これはね、90年代のゲームは基本的にそんな感じですね。多分プレステ2あたりからやっと、なんだっけ、そういうのができるようになったのかな。DVD になってからね。DVD。はい、では今回も、PC エンジン版の、アルシャークの、実況プレイですね。クリアしましょう。今日でね、クリアしましょう。もうね、実は昨日、後、レベル上げありまして、はい、155まで、上げました。で、もう最強装備になってます。はい、こんばんはです。最強装備。もう最強装備ですね。正しくは、現時点でできる最強装備ですね。現時点で。なんだっけ、イベント装備ってあるんで、イベント装備以外は、もう最強になってます。もうクリアレベルですね。だからあとは普通に、なんだっけ、雑魚を蹴散らしていって、雑魚を蹴散らしていって、なんだっけ、その道中でレベルが勝手に上がっていくんで、それであとはクリアできるっていう仕組みになってます。そう、なんかニコニコ動画とかが、なんか、エラー出まくって、昨日もエラー今日もエラーでなんか、動画見れ、生放送も動画も見れねえってツイッターで言ってる人いましたね。やっぱインターネットおかしいのかな、インターネットが。インターネット自体がなんか。ね、なんか昨日もほら YouTube で、実況やってたらなんか、急にね、ダメになっちゃったからね。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ上陸。タンクも最強のタンクになってます。タンクも。じゃあ向かいたいと思います。
あれですね、上にあるやつですね。ガチタンク。あ、ここですね。セーブ。はい、こんばんは。ファイヤー今のボスですよ。今のボスだよ。すごい。ガチタンクできたらボスが一瞬で解けた。ゲームバランスが音を立てて崩れた。今のボスです。今のボスです。ガチタンクできたら、ボスが一瞬で解けちゃった。はい、皆さんこんばんはです。でガンガン進んでいきましょうか。あれ今ね、延長ケーブルが外れてました。コントローラーを延長するためのケーブルが外れてました。もう全員最強装備なんで、なんだっけ、これといってもう苦戦はしませんよ。苦戦はしません。多分敵は一瞬でなんだっけ、消し済みになるんでね、経験値の肥やしにしながら進んでいきましょう。そう、昔のゲームはねほんとボスなんだけど、昔のゲームはね、コントローラーって今みたいなスイッチとかPS とかプレステ5とかは無線でしょ。昔のは有線で、しかも短いんですよ。短いの。本体から30センチとかのケーブルとかなんだよね。だからはい、こんばんは、すみさん。延長ケーブル使わないとなんだっけなんだっけ、自分の目の前まで本体持ってこないといけないっていう状態になっちゃうんでね。これもしかして敵が出ないのはレベル上げすぎたからかな。もしかして秘密工場だった。どうしたのかジョー。おめえの金融さんを見つけたんだよ、ね、グラビティナックルですね。なんとグラビティナックルですねなんかスパラボに出てきそうな名称ですね。G ナックル、グラビティナックルですね。さあ、じゃあ戻りましょうか。テレポート。で、次は惑星ボンですね。惑星ボンに行きたいと思います。あ、間違った。ヘルバスターだ。名称がすごいよね、ヘルバスターって。はい、こんばんは。よし、じゃあ次は惑星ボンに行きたいと思います。そういえば、なんだっけ、セガの SG 戦の、コントローラー、ありがとうございます。コントローラーを、今日、いただいたんですけど、ジャンクコーナーにぶん流ってたっていうやつだったんで、状態かなりひどかった。で、なんだっけ、バラして、なんだっけ、バラしたんだけど、やっぱ中がね、結構錆びちゃってるね。40年前のコントローラーなんで、しかもジャンクコーナーにはぶん流ってたから、なんだっけ、錆びてたね。なので、錆びを全部きれいに落として、なんだっけ、防錆剤とか塗ったら治りました。治りました。治りました。よかったよかったって感じですね。いやー、10年前のだからね。40年前のやつだから、なんだっけ、あれなんだっけ、仕方がないと思うよ。40年前のだから。不良品とかっていうレベルじゃないね。見捨てられた星。もうこれお金いらないから全部スクラップにしようか。お金いらないんでね。もう全部スクラップにしちゃいましょうか。もうお金いらないんで。
なんだっけ、基本的にもう買うのはキャンプキットぐらいかな。あとは基本的に全部そうだ、忘れてた。精神回復用アイテムだけ買わないといけないんだ。精神回復。ウェルダが精神なんだっけ MP0 になっちゃうと気絶状態になっちゃうんで、サイコキュアだけを、作らないといけないんだ。そっか、今作ってくるか。サイコキュアっていうのがないとなんだっけ MP は0になっちゃうと命中率が下がるプラス気絶になっちゃうんですね。気絶だから精神回復できるのはウェルダだけなんですよ。だからウェルダのなんだっけ MP が0になった時のための用のサイコキュアだね。サイコキュアそれだけちょっと作っておきましょうか。そうだからなんだっけどうしてもなんだっけほら例えばロシアとかそうでしょ。ロシアって軍事大国なんですけど地方に行くと本当にねなんだっけ私たちでは信じられないかもしれないんだけど50年ぐらいまで生活レベルなんですよ本当に。ロシアとか地方に行くとだからもちろんモスクワは発展してますよ。モスクワはだけど地方は本当に発展してないんですよね。で日本ってすごいのは日本って軍事予算がほとんどないでしょ。 GDP の 1.2% くらいなんでその結果地方まで道路が行き通ってるでしょ。地方までで地方までちゃんとコンビニとかスーパーマーケットとかまであるでしょ。だから実はねそれってすごいことなんですよ実は。なんだっけアメリカに行ったことある人は分かると思うんだけどアメリカとかも田舎に行くと本当に生活レベルが30年前とか40年前の生活レベルなんですよね。だから日本ってよく地方がされてるって言うんですけど地方でもなんだかんだ言って生活ができるようなシステムになってるのは素晴らしいことですね本当に。日本でだってね40年前50年前の生活から変わってないっていう年は多分ないよね確か多分。そういう意味では日本っていうのはなんだっけ隅々まで分かりやすく言うとさなんだっけ配達物もねなんだっけ1日2日で届くしあとはインターネットもね行き届いてるしいろんな意味でインフラは行き届いてますからね。すごいと思いますねそういった部分では。海外ではインフラ自体がない国がいっぱいあるよ。地方そういう意味では日本は住みやすい国だと思うよ本当に。例えばなんだっけカナダですらなんだっけ町からちょっと外れると水道とかないんですよ。水道とかで水はどうしてますかって言ったら町まで行って水買ってるんですよ。タンクに前なんかテレビでやってましたよね。カナダでの町の外れに住んでる人は水道がないんでバカでっかいタンクに水を入れてきてそれを使ってなんだっけ生活用水としてますってやってたんで日本ってそういうとこほとんどないでしょ。日本っていうのはほとんど電気が水道が通ってるんですごいと思いますよそういう部分では。ほら戦前の日本とかもお金が軍事予算に全部つぎ込んだんで特に地方はインフラがガタガタで江戸時代と変わらないような生活してましたからね。だからやっぱ軍事予算にどうしても取られちゃうとそういうほら例えば道路を作ったりとか地方までインフラ整備をするっていうのは行き届かなくなっちゃうんでしょうね。どうしてもねミサイルとか船とかね戦車とか高いんでやっぱ仕方がない部分なんでしょうね。とりあえずスクラップ10万までやったら行きましょうか。はい、OK。じゃあちょっとサイコキュアだけ使ってきましょうか。サイコキュアだけ作ってこないとなんだっけなんだっけもしねウェルダがなんだっけMP ダメージ食らっちゃうとガバガバになっちゃうんだよね。これも解体していいですね。通行許可証預けちゃっていいかな。どうしてもね昔は富国強兵って言って予算ほとんどをなんだっけ軍事予算に回してたからね。大丈夫かちょっと待って大丈夫かあれ大丈夫か大丈夫か怖い
怖いな、怖いな、マジで。マジで怖いな。ツール。これかな。はい、最高級だったかな、確か。なんだっけ、いくら直したって言ってもね、30年以上前のハードだからね。はい、最高級ア。そうですね。はい、最高級アですね。はい、最高級ア。まず書くのを通行する。サイコリングと法じゃ持ってのはダメでしょ。はい、じゃあこれでいきましょう。間違って離陸にしちゃった。まあ本当はね、一番いいのは一番いいのはなんだっけ、あの互換機が出てくれると一番いいんだけどね。本当は互換機、なんだっけ、 HDMI で出力できる互換機とか出てくれると本当はすごいんですけどね。ちょっと暗いなもん。ピックアップレンズのなんだっけ、劣化もありますね。ピックアップレンズピックアップレンズがなんだっけ、もう劣化して読み込み不良とかも出てきますね、そろそろ。ピックアップレンズが CD を読み込むためのレンズ自体が劣化して、あれ、これ、そうか、ここはあれか、ここは降りていかないとダメなんだ。ここは降りていかないと、塔ね、ここはバイオモンスター研究所ですね。バイオビースト。ここはバイオビースト研究所ですね。バイオ野獣ですね。まあただ CD 自体も劣化していくから、 CD 自体も劣化していくから、なんだっけ、結局いつかはできなくなるけどね。 CD 自体も劣化していくからね。まあ、だからほら、もともとはなんだっけ、なんだっけ、あれ、CD をコピーしたり、カセットのデータを抜き取るっていうのは、もともとはそういうためにやる技術だったんだけど、それを悪用する人が出ちゃったから、なんだっけ、問題になっちゃったんだよね。結局悪用する人が。ここが来ましたね。これがバイオビーストですね。ね、明らかになんかバイオですね、みたいな。すごいブラックホールクラスターですよ。今ウェルたちが使ってるのはブラックホールキャノンですね。これ野獣バイデンですね。野獣バイデン。そう、実はバイデンがでかすぎるのは体を改造された結果なんですね。要は演習中の事故で胸から下が吹き飛んじゃったの。だからなんだっけ、人工の肉体、バカでっかい肉体に移植されちゃったってやつなんだね。まあその事故も要は仕組まれたことってことですね。事故ですら仕組まれたことってやつですね。じゃあ移動しましょう。よくある話ですよね。よくありますよね。SF とか昔の作品で
なんだっけ、事故に見せかけてやるとか、あの実際の私たちの世界もよくあるんですよ。例えばほらあの例えばね、例えば戦争は相手が最初に攻撃したっていうんだけど、実は最初に攻撃したのは敵国に紛れ込んだスパイとか。だから実際はなんだっけ、攻撃してはいないの。だから攻撃を仕掛けたから乗り込むぞってなったのは、実際は敵側のスパイだってことね。だからマッチポンプってやつですよね。だからそういうのは実際私たちの世界でも起きてるんで、まあかわいそうだけどね。だから実際そういうのは起きてるってことね。そういうで要塞ですね。で要塞に行きましょう。これですね。バルバス、宇宙要塞バルバス。ここはね、本当にね、すごい、迷路みたいになってるとこなんだよね、こここがすごい大変なんだ。ここかな。マジです。こう行ってこれなんかね、マップ作ってくれた人がいるんだよね。ありがたいね。これマップがあるからすごい楽だよ、これ。これマップなかったら本当に大変だからね、これ。マップを作ってくれた人がいるんだよ、これ。ありがたいですね、本当に。マップなかったらね、これ本当に迷って全く進めなくなっちゃうからね。今のやっぱゲームはそういう意味では簡単だよね。オートマップとかあるからね。昔は本当にマップが迷路みたいになってるからね。迷路みたいに。これはなんだっけ、難しいね。あ、そういうことか。そういうことか。だからレトロゲームやった後新しいゲームやるとすごい楽に感じるね。正解。いや違う竹猫さん、もっと古いのがある。もっと古いのがなんだっけ、それ前あったな。もっと古いのがありますよ。ウィザートリーよりウィズよりもっと古いのがあるはずだな。なんだっけ、もっとなんだっけ、テキスト RPG みたいのは最初なかったかな、確か。もともと RPG の最高はテキストによるものだったから、なんだっけ、かなり古いよ、確か。かなりなんかこういう映像とかグラフィックじゃなくてテキストでやるRPG だったんですよ、昔は。テキストで。
だからテキストアドベンチャーとかテキスト RPG っていうのはもともと最古のもんだからね。はい、これで OK ですね。よく来たね、要塞バルバス。お前たちが来るのをどれほど待ち望んだことか。ちなみにゾリアス人は体が大きくて角が生えてるのが特徴です。角で、ウェルダは自分の角、ウェルダが角が生えてないのは自分自身で角を折ったからですね。ウェルダは本来は角が生えてるんですね。ゾリアス人はね。はい、でここが取れるようになりましたね。ここが取れるようになりました。ボタン2つ押したんでね。さあ、じゃあで、さっきのがなんだっけ、王族ですね。王族だから王族だから、なんだっけ、ウェルダとかは基本的に逆らえないんだね。王族なんで。あ、やばいやばい、危ない危ない危ない、間違うとこだった。危ない危ないあ、ごめんなさい。今リセットしたのはなんだっけ、道具らに空き作っとかないとアイテム消えるかもしれないから。アイテム昔のこういうゲームってアイテム昔のこういうゲームってなんだっけ、道具らに空き作っとかないともらったアイテムがキーアイテムとか消えるんだよ。忘れてた。さっき目いっぱいアイテム持ってきたでしょ、目いっぱい。だからキャンプユニットとか使っとかないと。気がついてよかった。これアイテム満帆にあるから、これ全部使っとかないと。2つぐらい使っとかないと。これで OK。 よく来たね、サンタナ教の祭壇へ。サンタナ教っていうのがゾリアス帝国の宗教ですね。ゾリアス帝国の宗教。シオン、気をつけて。彼女は強力なカンマに支配されているわ。私はあんたたちのそのつまらない仲間意識を吹き飛ばすような素晴らしい演出を用意して待っていてあげたんだよ。さあ、どこまで耐えることができるものかね。なんだと？ね、サイコリングが弾け飛ぶ。ね、サイコリングが効かなくなってます。そんなものが私の前で役に立つとでも思っていたのかい？ウェルダ！さあ、あんたのその手でそこにいる連中を片付けておしまい。嫌だ。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちくださいね。こんな早い時間に実況やってるとね、お仕事のごめねえ、ゲーム実況をね、深夜にやってる理由ですよね。ゲーム実況。なぜ、シュウさんはゲーム実況を深夜にやるんですかっていう理由ですよね。残念ながらね、夜中のお昼を過ぎてもね、メールが来るような社畜の仕事をやってますんでね。はい。
激しい精神派の嵐がウェルダーを襲う。でもね、これ今文字がすごい見にくいでしょ。これね、それでも見やすくしたんですよ。これかなりコントラストとかなんだっけ、ガンマとかサイドとかいろいろいじってかなり見やすくしたんですよ。これでも実は今隣にゲーム実況用のモニターがあるんですけど、そっちだとね文字がほとんど見えません隣のゲーム実況用のモニターで見るとこの激しい精神派の波がウェルダーを襲うっていう文字がねほとんど見えませんこれ開発してるとき気がつかなかったのかね。開発してるとき三田さんの叫び声はいいですね。三田さんはデイジードラゴンクエストのデイジーとかやってた人ですね。私のこの手でお前たちの腹渡を引きずり出してやるよ。それを考えるとおかしくてたまらんわ。さあ誰からにしようかね。ああ、そうだから昔はパッチがなんだっけ、昔はそうか、昔は例えばゲームにもし不具合が出たらどうするんですかっていうとメーカーに送らなくちゃいけないんですよ。メーカーに分かりやすく言うと昔も実はバグでゲームができないとか進めないってあったの。そのうちYouTube に投稿するんですけどなんだっけ、女神転生とかやってるんですよ。旧約女神転生とかもゲームやってるんですけど、旧約女神転生とかって私が持ってる初期ロムで、初期ロムだとなんと宝箱のアイテムが消えちゃうんですよ。消えちゃうの。最初に宝箱のアイテムを取りすぎちゃうとアイテム消えちゃうので、そうなっちゃうと下手するとそれで進めなくなっちゃう可能性もあるんで、そういった場合はメーカーさんに電話をしてすいませんこうなったんですけどって言えばメーカーに送ると不具合を修正したロムが届くってことなんですね。だから今みたいにそのインターネットから修正パッチが届くっていうのは昔はできなかったんで基本的にメーカーに送り返してバージョンアップしたやつを返してもらうっていう仕組みだったんですね。だから結構やばいのがなんだっけ、昔のゲームとかで気をつけなくちゃいけないのがいっぱいあるのはそれなんですね。そうやってなんだっけ不具合を修正した人がほとんどいないんでなんで例えばレトロゲームとか買ってもバグでゲームがクリアできないとかいっぱいあるんですよ。だからバグでクリアできないとかその辺は多分ネットでググると出てくると思うんですけどね。そう逆らってはいけない。逆らえば力で従わされる。従ってはいけない。従えば心を失う。意識を波と化し決して逆らわず意識を波に乗せ心を失うな。ね、薄れゆく意識の中で彼女の意識は一定に絞られていた。生まれて初めて友と呼べる仲間となれたシオンたちを助けたいと。お前一体何をしたんだい。そんなバカな。なぜ私の精神派が効かないんだ。それまで苦しみもがいていたウェルダがゆっくりと立ち上がった。もうあんたの精神派は私には通用しないよ。ウェルウェルダは戦いのさなかにサイコシールドを見つけた。来ましたね、サイコシールド明鏡止水であり、サイコフィールドですね。これで精神派、要は王族から発しられる精神派を無効化できるようになりました。ウェルダは多分ねハーフマーズ人とのハーフであるのもあるんじゃないかな。純粋ななんだっけゾリアス人ではないからね。
じゃあ行くぜ。小賢しい。ならば死ぬがいいわ。いや、どう考えてもブラックホールキャノン持ってるやつらには勝てないと思うんだけどあ、でこれですね、これジョークを使わないとゲームオーバーになります。これでなんだっけ、相手に取り付いている精神体を封じ込めます。これ使わないで倒すとゲームオーバーです。使いましょう、ジョーク。これで倒しておくんですね。ブラックホールクラスターですあ、これ今使いましたね。これ今のほら、今のはなんだっけ、今のです。今のが精神攻撃。これでMP が0になると気絶しちゃうってやつで、ほらウェルダは回復持ってるんでね、こうやって。だからウェルダさえなんだっけ、無事だ、精神無事だったら問題ないです。じゃあこっちも特殊能力ね、外流です。突撃だー。外流突撃だー。強い。さすがブラックホールクラスターね、ブラックホールクラスターですね、さすが絶対人間が使っちゃいけない兵器だと思うんだけど、でこんなにブラックホールクラスター連発したら重力の軸がずれると思うんだけど。はい、 OK ですね。あ、これですね、ヒュードスのキーですね。これを、手に入れないとダメですね。じゃあ戻りましょうか。歩兵レベルでブラックホールクラスター売ってたら世界が崩壊すると思うんだね。歩兵クラスがさ、重力兵器撃ちまくってたらさ、世界が多分崩壊すると思うよ。そもそもだって重力波って異常が出たら惑星のなんだっけ、自転とか公転が狂っちゃうから、ほらマブラブとかでそうでしょ。マブラブでグラビティ弾 G 弾使っちゃった結果、地球の軸が歪んでなんだっけ、陸が海に沈んで、海がなんだっけ、隆起しちゃったでしょ。多分ああなると思うよ結局は。だから実際なんだっけ、歩兵がブラックホール兵器とか使っちゃいけないと思うよ実際は。いただきましょうか。まあただ実際はどうなるかわからないけどね、実際は。まだほら重力、そもそも重力っていうのをなんだっけ、証明できないんですよ、重力っていうのを。だからなんだっけ、正しくわからないんだよね実際は。なんだっけ、重力とか引力はあるっていうのは分かってるんだけど、それをなぜそういったものがあるのかとか、目に見えてそういったものできないでしょ。だから実際重力の異常が発生したらどうなるかっていうのはまだ分かんないんだよね実際は。そこまでのほら科学力がないからね。だからまだ分かんないんだよね実際は、本当は。重力ってなんで発生するか分かってないんですよ、そもそも。引力もそうなんですよ、実は引力。なんで物体と物体は引き寄せ合うのかっていうのは実際分かってないんですよね、まだ。だからそれを実はだからほら、よくマブラブとかではG 元素、新しい元素が関わってんじゃないかって説にしたでしょ。だからその引力とか重力っていうのはなんか元素か何かが作用してるんじゃないかっていう話にしたんだよね結局は。分かんないんだよまだ。なんで重力が発生するのかっていうの分かってないからね。いやだからそれが分かんないんだよね。結局なんで物体と物体は惹かれ合う引力、逆に積力もなんで生まれるのかっていうのは分かってないからね実際は。それが分かると多分なんだっけ、反重力システムとか作れるんじゃない。反重力システム、マクロスとかにあったね。
あれ話が進まねえ作戦。あ、いいんだよねこれで。あ、これか。惑星サターリアの謎。25000。はい。サターリアの謎にしても隠しまではっきりしちゃいないんだ。確かなことを教えてやろう。一つは、塔、もう一つは火山ですね。ザイザルの加工にはザイザーコーという神秘な、これが要は最強の武器を作るためのものですね。で、あらゆるものを貫通できるレーザーを発信できるってことですね。まあこういうことです。で、これまたアイテムがいっぱいになったんで使っておきましょうか。よし、じゃあサターリアに行きましょうか。サターリア。あ、間違った。まあ重力に関してはなんだっけ、アインシュタインみたいなとんでもない天才が出ない限りは多分解き明かすのは難しいでしょうね。なんでかっていうと、なんだっけ、ブラックホールが近くにないしね。ブラックホールも近くにないし、なんだっけ、そもそも難しいだろうね。もしそれがねできればね、反重力兵器とかね、いろいろできそうですけどね。よし、サターリ。ここだっけ、あ、違う、ここじゃない。サターリ。あ、ここか、サターリ。あれかな、北西のところかな。ここですね、サターリア。ああ、昔はね、だから、なんだっけ、こういういろんな星に行って、だから、スターオーシャンとかは、このゲームに近いよね。スターオーシャンとか。私はスターオーシャンも好きだったしね、やっぱこういうなんか、スペースオペラみたいなゲームはやっぱ面白いね。いろんな星に行って、いろんなことをこうできるっていうゲームは、やっぱやってて面白いですよ。今だと、こういうゲームは開発予算かかって大変なんじゃないかな。今だと。今こういったゲーム作るってなると多分開発予算が多分大変なことになっちゃうからね。だからほら、例えばドラクエみたいなワールドマップも今作るとなると開発予算がかかりすぎちゃうからね、結局は。
じゃあ行きましょう。あ、ありましたね。これはわからないよね。さあ、この塔を登りましょう。オープンあるの。ああ。いや、さすがにあれじゃない？今だったらなんだっけ、ほら、どっかの近くまで、自動で行くってなるんじゃない？あとほら、ファーストトラベルみたいに。ファーストトラベル。さすがになんだっけ、昔みたいになんだっけ、このゲームみたいに広大な宇宙をさまよえっていう、なんだっけ、鬼のような難易度にはならないと思うよ、さすがに今。ファーストトラベルで飛べるとかっていう風に多分なってると思うからね。処理落ちてる、処理落ちてる、めっちゃ処理落ちてる。まあこれどっちかってことですね。どっちかに入れってことです。はい、なんとやり直しです。さっきセーブできなかったでしょ？さっきなんでセーブできなかったんですかっていうと、こういうことです。要は当たりに入らないと、たどり着けないっていうんで、やり直しです。やり直しです。あうんひどいですね。なので、セーブができないんです。セーブできちゃうと、入る前にセーブできるからね。入る前に。入る前にセーブしちゃったら、このトラップの意味がないからね。たどり着きましたね。トレジャーボックスを見つけた。月の光をゲットしました。ありますね。じゃあ次は、あれですね、火山ですね。じゃあ次は、火山に向かいたいと思います。まあ昔のゲームあるあるですね。いやでもこれまだ優しいんだよ。昔のゲームはなんだっけ、間違ったとこに入っただけでゲームオーバーとかあったからね。ゲームオーバーとか。さすがに昔は笑ったよ。間違っただけでゲームオーバーって出た時には腹抱えて笑っちゃいましたからね。えーっとこう、これがあるか。こうか。こうか。
ああ、一個間違ったね。道を一個間違った。道を一つ間違ったね。これ、マップ作ってくれた人、ほんとありがたいよ。マップなかったらこれわからないね、絶対に。あ、来た来た来た。で、ここか。これほんとマップ作ってくれた人ありがたいね。これマップ作らなかったら多分ずーっと迷うぜ、これ。昔クリアした時にはね、なんだっけ、確か冗談抜きで何十時間もかかった記憶があるよ。だから昔マップなかったから、ネットがなかったからマップもない、わかんないから、ものすごい時間かかった記憶がもうクリアするまで。本当にね、インターネットって便利だね。インターネットは本当に便利だよ、インターネット。あ、これですね。ザイザー鉱の原石。で、あ、これですね。ここまたキャンプキット使っとかないとね、これ。で、アトライに戻りたいと。なんだっけ、あとみんな覚えてる？昔攻略本って300円とかだったんだよ。今攻略本って1000円とか1500円とかするでしょ。昔の80年代のファミコンの攻略本って300円とかだったんだよ。だからめっちゃ売れたの。だって昔単行本とかだって250円とかだったからね、単行本だって。だから昔漫画がバカみたいに売れたのは単行本250円とかだったんだよ。今だと安くたって500円とかでしょ。下手すると800円とかでしょ。だから昔がいっぱいその売れたのは安かったからね、本当に。あ、これですね。ザイザーね。はい。来ました。ザイザーソード。このザイザーソードが、シオンの最強の武器ですね。ヘルバスター忘れる。ちなみに今の武器の2倍になります。なんだっけ、最強のシオンの武器の攻撃力が前のやつ1個前のやつが5000、ザイザーソードは9000になります。だから倍ぐらいの一気に攻撃力になりました。倍ぐらい。じゃあ行きましょうか。じゃあ惑星バイデンですね。惑星バイデン大統領まで行きましょうか。ここで惑星バイデン、ここですね。じゃあ行きましょうか。野獣バイデンのとこに行くよ。あ、すいません。あれ、マップに表示される。あれずいぶん下まで行っちゃったんだ。ああ、表示されてた。ここですね、惑星バイデン。
でここでシオンですね。ツインレイバリレイソード外して、これザイザーソードですね。来ましたね。ザイザーソード。これがシオンで最強ですね。スーパーサバイバー、スーパーサイバー、トリプル S ヘルム、ハイパーバリア、ザイザーソード。これでシオンは最強になりました。シオンは。だからこのツインレーザーソードは買いたいですね。でもう預けちゃっていいですね。いらないのは、みんな預けちゃっていいですね。書くの。これキーは持ってないのか。火炎はいりませんね。あとは、月もいりません。ザイザー原石もいりません。キャンプ。で、再呼吸。じゃあ上陸。上陸はタンクですね。称号みたいなもんだね。本当は名前ありますよ、別に。相性みたいなもんかな。相性みたいな。じゃあ向かいましょう。町省き。バカなわざわざ高専に来るとは、ね、お前たちにバイデンさんは伝言を伝えよう。伝言なんだ伝言なんだね、優しいですね。ゴールのキーを手に入れたければ、総司令部へ来い、直々にお前を処刑したらどうだ、ね、はいこんばんはです。確かに伝えたぞあれね、毎回思うけど優しいですよね。ね、なんだっけ、本来であればさ、なんだっけ、この場でさ、総攻撃すればいいのにね。大体で一騎打ちやって、やるでしょ、一騎打ちやって、それで。よし。要は宗教ですね。だからララウェルはなんだっけ、教祖なんで、宗教にみんなすがって生きてるのに、まあでもね、なんで宗教にすがって生きてるのかっていうと、見ていただくと分かるんですけど、生活レベルがすごい低いんで、なんだっけ、もう宗教にすがらないと生きていけないっていう状態なんですね、簡単に言ってしまうと。よくありますよね。ほら、昔もそうだったでしょ。昔の例えば日本とかも仏像にすがらないと生きていけないみたいな。だから現実が辛すぎるから宗教にすがっちゃうんですね。まあ、希望なんでしょう。せめて世では幸せになりたいっていう感じなんでしょう。これですね。ちなみにメガ CD 版だとここでバイデンに殺されまくりましたねでも今回は、レベルがものすごい上がってるんでメガ CD 版みたいなオチにはなりませんよ、ね、メガ CD 版ではここで何回バイデンにやられたかわからないからね。今回はもうレベルもすごい上がってて装備も整ってるんでね、メガ CD 版のようななんだっけことにはなりませんよ。メガ CD 版はレベル上げるのが異常に大変だったからね、レベル上げるの。そう、そうだね。だから、まあ、悲しい話だよね、本当。
はい、これでバイデンと戦います。じゃあ来ました。虫けらどもがここまでやりおるとは思わなんだぞ。やはりあの時殺しておくべきだったな。だがそれもここまでよ。行くぞ。ゾーク。うわ、それでもそんなに食らうんかい。めっちゃ食らったんだけど。そりゃ目が死にまくるよ。翔子様翔子様待って、翔子様ついに回復したよ、翔子様。さすが翔子様、信じたよ、翔子様。食らいすぎでしょ。最終装備だよ、これ。さすが野獣バイデンだ。これ技使えねえな。技。あれちょっと待って、これ技って。外竜が最も強い攻撃ね。外竜が。ディクサー。あ、ディクサーが最も強いのか、ディクサーが。外竜ディクサー。耐久力。ディフェだ。ディジェ。これだね。ディジェ。ディジェ使うと防御力アップらしい。ディジェ。よし、これで大丈夫。変わってねえじゃねえかよ。変わってねえじゃねえかよ。DJ どこ行った DJ ねえ、変わってねえじゃねえかよ。ダメージ食らってるじゃねえかよ、DJ。おい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 、機能してねえよ、防御アップが。じゃあ、一致だね、一致は素早さアップ。ちょっと待って。野獣バイデン強すぎるって。待って、これ死んじゃうよ。翔子様頼むよ、これ。強すぎるでしょ、野獣バイデン。待って、野獣大統領さ、全くHP 減ってねえんだけど。どういうこと？ほら、全然点滅してないじゃん、HP。本体。野獣強すぎないマジで。全くほら、なんか点滅してないじゃん、本体の。あ、やっとだ。野獣大統領強すぎるって。ラスボスより強いんじゃねえか、それ。そもそもブラックホールクラスターはお前何発食らってる話だよ。ブラックホールクラスターそんなに食らってよく耐えられる話だよ。最後は、翔子様の、テレキネシスで、闇に葬りましたね。あれ、俺こんなもの見たことあるよ。なんかレーザー撃ちまくって、なんか一人でダメージソース稼いでた人を見てるんだけど、翔子おかすぎねえか、翔子。ねえ、なんだっけ、翔子おかしくねえか、翔子一人だけ。なんでラスボスにもこの俺が虫けらどもに虫の息にされるとはな。しかもお前たちを忌々しいサリバンにやらせることにな
なるとは口惜しいぞ。奴はこの惑星の軌道上でお前たちを待ち構えている。せいぜい楽しむことだ。はい、OK ですね。しかし強かったな、マジで。下手な、なんだっけ、ボス。いや、下手すると最終ボスより強いんじゃないかな。いやほらなんだっけ、昔の作品あるあるじゃん。なんだっけなんだっけなんだっけ、メイドの宮城に教えてやろうとかさねえ、そんなこと喋んなくていいんじゃねってことは喋ってくるでしょ。メイドの宮城に教えてやろうとか。書くのとりあえずキャンプって1個だけセーブしときましょう。さあ、で次がいよいよあれですね、無敵戦艦ラッセルガイヤーとの戦いですね。ラッセルガイヤー、超無敵戦艦ラッセルガイヤーとの戦いになります。でその前にあれですね、ジョーから新兵器が完成した、ブラッチ、最強のエンジンだったね、確か。そう、これが最強のエンジンで、ゲブレス砲、これはラッセルガイアの装甲を撃ち抜くための、最強の砲です。なんだっけ、間違いなく最強のあれですね、武器です。でこれをあれですね、なんだっけ、変更アトライヤー、これを、ブラッチでメイン位置を、ケブレス砲ですね。よし、じゃあこれで OK かな。でスティングレイも同じで、いらないやつは解体しとこうか。スクラップかスレーブ OK ですね。要はラッセルガイヤーを航行不能にしたら中に突入するってことですね。さあ行きますよ、超無敵戦艦戦いで始まりましたね。ファイター、自動修復、ファイター出撃命令で、こっちは、手動操作で、修復も自動修復。これですね、うわでやばい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 。おかしいな、敵の戦艦早すぎるでしょ。こっち攻撃はできない、攻撃できない、敵が早すぎる。ちょっと待って自動修復ちょっと離れるの。
やばいよ、やられちゃうやられちゃうやられちゃう。離れるか。ダメージプラス2じゃん。無敵戦艦だからね。あれどこに消えた。あれあれ無敵戦艦さんどこに消えたの。あれ無敵戦艦どこに消えた。あれまさかバグっちゃった。あれ無敵戦艦どこだ。あれちょっと待って、無敵戦艦が消えちゃった。無敵戦艦消えちゃった。ファイターあ、これ自動にすればいいのか。多分自動にすると向かうんじゃない。無敵戦艦。あ、ほらほらほら。敵の艦載機多すぎねえかい。あ、危ない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 。手動敵に特攻してんじゃねえかよ。今敵さ、なんか波動砲みたいなの撃ったぞ。敵さ、今波動砲みたいなの撃たなかったか。波動砲みたいなやつ。ダメだよ、真正面いったらやられちゃうよ。あれ波動砲撃ったら敵、波動砲。よし、倒しました。倒した。強すぎでしょ。ちなみに今最強ですよ。今最強の装備ですよ。ちなみにね、エネルギー充填 120% 状態だったよね。でもああいうシューティング RPG っていうのもね、この辺から敵が出てくる。確かにほら敵強くなってるね。おお、すごい経験値。すごいね。ボス並みに経験値もらえるね。いや、根本的に敵が多いよね。将子様が一瞬で敵の9割を消し飛ばしたんだけど、将子様強すぎるよね。なんか開発スタッフ愛、メドラもそうだけど、なんかヒロインに火力を持たせすぎじゃないかな。ヒロイン
昔はこの頃のゲームってヒロインって本当にほらピーチ姫みたいにねポパイ助けて状態だったからもしかしたらスタッフ的には強いヒロインがいてもいいんじゃないかって感じだったんじゃない？だからなんだっけこんだけ強いんじゃないのかな結局は。ラッセル側の第一環境メインブリッジですね。メインブリッジに到達した。よくぞここまで来たと褒めてやりたいところだが、君たちは少しやりすぎたようだ。私がおとなしく君たちにキーを手渡すとでも思っていたのか？君たちには私とそしてラッセルガイアーと共に宇宙の塵となってもらおう。これも島田さんでしょ？これ島田兵でしょ？ねえちょっと若く喋ってるけど島田さんでしょこれ。ねえまさかの島田兵が出てきちゃったよこれね。この人王子様なんだけどね。おかしいわ。サリバンはカーマに融合されていない。気をつけるのよ。さあ行くぞ。なんなんだ今のは状態です。まあ要はゾークを使っても意味がないってことね。これ使ってもほらねこの敵には使用できませんってなるんですね。この敵には要は通じない。弱い待って今シオン10しか食らわなかったんだけど、さっき野獣大統領はさ400ぐらい食らったのにさ、これが強い。精神波使うのか。精神波使うんだ。精神波これが強い。精神波てかウェルスさん精神回復してほしいな。ウェルスさん多分このゲームはね精神波が一番強いと思うよ。多分精神波これありがとうウェルスさん。精神攻撃が多分一番強い。精神攻撃でも野獣バイデンと比べたら弱いね。野獣バイデンと比べたらあれねねほらこれウェルダー MP0 になったでしょ。これ気絶状態なんですよ。これになったらこのサイコキュア使わないとウェルダーはもう退場です。要は全然戦わなくなっちゃうってこと。戦わなくなっちゃう。だからただのデクノボーってやつですね。ずっともうなんかデクノボー状態になっちゃう。なんか外流の方が強い気がするね。外流の方がリクサーは効かねえのかね。うわー経験値がすげえ。6万5000ももらった。サリバン様。シオン、彼こそカーマよ。まあ要は王子に取り付いてるんじゃなくてケラについてたってことね。このキーを渡してなるものか。ご安心ください。先ほどラッセルガイアーの自爆装置をセットしました。あと数分で爆発するはずです。お前たちもこれで終わりだ。通路を走っても今からでは間に合わぬ。そうだ、貴様たちはここで死ぬのだ。サリバン、お前はなぜジャグマに使えるのだ。何？そんなものをゾリアス帝国の繁栄のために決まっている。ではゾリアスの繁栄とは宇宙の破滅のことなのか。大望を果たすためには小さな犠牲は仕方がない。他の種族を滅ぼすことが小さな犠牲か。
宇宙を無に帰することが体毛か。私に何を言っても無駄なことだ。君たちはここで私と一緒に死ぬのだから。ジャグマは宇宙の破滅を目的とする異生命体カーマに操られている。何？貴様、相当閣下を愚弄する気か。そしてお前もな。何をバカな。一体何を根拠に。サリバン、よく見ておけ。これがカーマだ。これは一体何をした。まだわかんねえのか。あれがカーマだ。奴もジャグマも自分の意志で行動しちゃいねえんだよ。シオン、これを持っていけ。みんなダメだよ。さっき自爆装置数分で爆発するって言ったけどもう数分経ったんじゃないっていうのはダメだからね。会話中は自爆装置が止まるっていうのは昔からのなんだっけシナリオですからね。ね、あと10秒で自爆するって言って喋ってるだけで10分喋ってるねゲームとかアニメとかあるからね。ね、あと10秒で自爆するって言ってから10分ぐらい喋ってるアニメもありましたからね。はい、これで3つ目のキーですね。ラッセルガイヤーはあと2分で自爆する。通路を走っても間に合わないだろうが、私の後ろにある司令官用エレベーターでなら1分以内にお前たちの艦にたどり着けるはずだ。サリバン、お前は。私はここに残る。さあ早く行けサリバン。カーマか。シオン、またいつか戦場で相まみえる日が来るだろう。さらばだ。そうそうそう、ほらサッカーのアニメとかさ、なんだっけなんだっけハーフタイムなんだっけ前半45分しかねえのにそうスラムダンクとスラムダンクなんで残り1分なのにさ、なんだっけ残り1分で10話ぐらいやってるからね。まあ、あんまり気にしてあげないよ。気にするとキリがないから。ボルアとゴアのロックを解除すればいけるって OK ですね。気がついたらもう四天王3人倒しましたよ。四天王3人倒しましたから。残りはラスボスだけです。よし、じゃあいよいよ最終章ですね。じゃあもうあれですよ、クリアしちゃいますよね。いよいよ最終章になります。最終章。北に見える北というか左か2つの衛星ですね。2つの衛星に行きます。これですね、まず惑星ゴールですね。
ちなみにこれ月みたいな衛星なんでめっちゃマップ狭いですよ。これが行くところね。これぐるっと回るとほらもう小さい惑星なんでね、衛星なんですごい小さいです。衛星なんで。はい、こんばんはです。さすがブラックホール強いね。え、ウェルダさん一発で昇天しちゃったんだけど、MP が一発でなくなったんだけど、あれこれウェルダって戦闘終了に回復できたっけ？あ、できるか。ウェルダさん一発で昇天しちゃうのはさすがにダメじゃねえかね。だから敵の攻撃は今みたいな精神攻撃が本当にやばいんだね。精神攻撃。はい、これで OK。じゃあテレポ。そうだね、 MP もだから体力場みたいなもんですね、結局は。だから、MP がなんだっけ、精神パワー、精神なんでマジックパワーじゃないんで、MP がなくなっても気絶しちゃうんでね、結局は。さあ、でここであれですね、これでここでなんだっけ、ザイザーシリーズを作ってもらえるんですね。ザイザーシリーズ、ザイザーです。ザイザーシリーズの何か一つだけ作ってもらえるんですよ。一つだけで、簡単に言うと、Z ブラスターは誰でも装備できる、小型の銃だね。Z ブラスターは。で、ザイザーキャノンは、確か持っていける最強の武器ですね。持っていける。でザイザーシールドは最強の、盾。でフレームは、狩る用の最強の防具。でザイザースパークは、確かあれじゃなかったっけ。そう、船ですね。船。乗ってる船のアトライアの武器ですね。最強の武器。最強ではないけどね。で、当たり前なんですけど、ここで一番作った方がいいのがザイザーキャノンですね。ザイザーキャノン。ラスボス戦では、なんだっけ、船とかで戦うわけじゃないんでね。すごいでしょ、これ。ウェルダとかカルも装備できるんですよ。だから、すごい、めちゃくちゃ強いやつですね。これですね、ザイザーキャノン。いや、一応これ昭和ですよ。90年これ昭和。これ昭和ですよ。昭和。ギリギリ平成か。ギリギリ平成か。PC 版も。平成元年の頃だね。よし、じゃあ行きましょう。次はボルアですね。ボルア。そうですね。で、あれかな、持たせるのは、
あれがいいかな、情がいいかな。カルとほらカルとなんだっけ、でもどうだろうな。ザイザーキャノン、ザイザーキャノン誰に持たせっかな、悩むな。ザイザーキャノンは誰に持たせよ。ザイザーキャノン、はい、誰に持たせようか。ザイザーキャノン、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとカスタムやってみるか。悩むな、ジョーがいいかな。ジョーが一応攻撃力弱いからね。ザイザーキャノン、サイコスマッシュでサイコスマッシュを、解体。じゃあ上陸。分かりやすく言うとブラックホールキャノンがなんだっけ、大体1万2000ぐらいで、ザイザーキャノンは、2万3000だから倍ぐらい強いんだね。倍ぐらいめちゃくちゃ強いね。倍ぐらい強いからね。まさに対ラスボス用の兵器ですね。対ラスボス用の。あ、こっちか。マップがね、めちゃくちゃ広いね。マップが。マップ作ってくれた人にはありがたいですね、本当に。マップなかったら、これ多分迷いまくるよ、絶対に。めちゃくちゃ広いからね。なんかてるてる坊主みたいなの真っ先に倒さないとダメだね。てるてる坊主みたいなやつを。あいつがなんか精神ゼロにしちゃうからね。強いザイザーキャノン強い。敵がなんかすごい勢いで溶けたんだけど、まあそりゃそうか。ブラックホールキャノンの倍のダメージだからね。はい、オッケー。さあ、じゃあ次が惑星ヒュードですね。いよいよラスボスが近づいてます。ラスボスが。じゃあ惑星ビュードスに行きましょう。惑星ビュードスをクリアするとなんだっけ、いよいよ最後の惑星ですね。最後の惑星になります。これですね、惑星ビュードス。
なんだっけなんだっけメガ CD 版だとこれのなんだっけ2倍から3倍近くかかるんだけど、なんだっけ、CD 版だと経験値がめちゃくちゃ多いからね。はい、こんばんはです。これ早く終わったら今日はやりますか？任天堂スイッチのゲームを。もしこれあとなんだっけ1時間ぐらいで終わったら任天堂スイッチの新しいゲームやりますか？任天堂スイッチのゲームせっかくだからテストプレイを兼ねてやりましょうか？そうです。あ今はねあの最終防衛システムがいるのを忘れて、降りてしまいましたね。人間がロボットに勝てるわけねえだろうってやつですね。モビルスーツに人間で挑むようなもんですね。もう一回足りるかな。当たり前ですよね。人間がロボットに勝てるわけないよね。弾が当たらねえんだけど弾が当たらないんだけど弾が当たらない。なんでだ。あれ弾が当たらなくない？なんだこれ。どういうことだ。弾が全然当たらねえな。敵がレベルめっちゃ高えのかね。弾が全然当たらないね。あれいや今の多分装備してるのが最強のはずだな。一回見直してきますか。あまりにも当たらないね。あまりにも。いやあれでも確かこれ以上最強のやつはなかったはずなんだけどな。あ、いやなんかあんのかなもしかして。いやあまりにも当たんないよな。あまりにも。しかもほら敵が全然減ってなかったでしょ。敵が全然。ちょっとアトライって見直してみましょうか、装備を。武装ヘルバスターフリージングゼロマルチレイカノン。あ、これ最強じゃねえかもしんね。ごめん。マルチレイカノン。マルチレイカノンは最強だね。最強。あ、わかった。フリージングだからロボットに効かないんじゃない？フリーズだから。フリーズ。氷だから。氷。だからだから効かなかったんじゃない？氷だから。ロボットだから氷属性が効かないんじゃねえのかな、もしかしたら。そうするとさっき言ったザイザースパークを使うのがいいのかもしんないんだね。そうすると G プレッシャーがいいのかな。 G プレッシャーザイザースパーク G プレッシャーにしてみましょうか。 G プレッシャーG プレッシャーこれでいってみましょうか。これでなんだっけ
けど多分ザイザーキャノンはここのボスを倒すためだけのなんだっけ、ある意味兵器ですね、ザイザーキャノンは。さあどうだ、当たらない。これは長期戦だね。これどうしようもできねえしなこれ。当たらねえよまず。当たらなすぎるね。頑張って下手な鉄砲を数打ち当たりやるしかねえか。あとマルチレイキャノンはたまに当たってるよね。あとは拡散レイバスターぐらいしかねえな。全く当たってないね。メインウェポンが全く当たってないね。メインウェポン。スクラップいっぱいあるから修理はずっと結構できるからいいんだけど、メインウェポンが全く当たんねえんだけど。メインウェポンが当たらない。あ、やった、色が変わった。どういうことだね。メインウェポンが全く当たらないんだけど、メインウェポン。なんでこんなに当たらないんだこれ。あまりにも当たらないね。なんか泥仕合みたいになってる。泥仕合みたい。あれなんじゃない、もしかしたらザイザーキャノン持ってこいってことなんじゃない。多分ザイザーキャノン簡単に倒したければ多分ザイザーキャノン使えって感じなんじゃない。下手するとザイザーキャノン以外は通りませんっていうオチなのかもしれないよ。もしかしたらメインウェポンはザイザーキャノンしかなんか通用しませんっていう可能性はあるね。でもここだけのためにさ、なんだっけ、ザイザースパーク、ごめん、ザイザースパークね。ここだけのためにスパーク使うのももったいないしね。ここだけのために。すげえ泥仕合になって
ったでこの泥試合は本当デックス上げるしかないね。デックスね、デックス上げるしかないね。倒しためっちゃ時間かかるが倒しましたね。泥仕合になってる、完全に。経験値すげえな。4万とかいってるよ、経験値がなんか経験値のインフレがすげえな。経験値のインフレがこれマップ作ってくれた人に感謝だ、本当に。これマップなかったら多分あれだよ、めちゃくちゃ迷うよこれ。ちなみにメガ CD 版だと確かこの辺では3000から5000ぐらいじゃなかった、経験値が。確かだからやっぱなんだっけ、めちゃくちゃ多いね、経験値が。いよいよ最後のあれですね、封印を解きましたね。さあこれで封印が全て解除しました。封印がじゃああれですね、敵のバリアシステムを全部突破したんで、ついにラストダンジョンですね。ラストダンジョン行きましょう。終わりです。ラストダンジョンです。ついに。じゃあいらないものは全部預けちゃって、なんだっけ、キャンプキットとあれかな、キャンプとなんだっけあれサイコキュアに持っていきましょう。あ、ついでに武器戻しとくか。さあ行きましょう。ガバガバじゃないんじゃない？だからほら入り口にあんななんか最終防衛システムあったからね。最終防衛システム。3つのバリアシステムを解除しないとダメなんですね。だから、バリアシステムの時にああいうボスがいるんですね。よっしゃ行きましょうか。惑星ビザに行きましょう。惑星ビザがジョリアス帝国の本星ですね。本星で、その本星が要は3つのバリアでシステムで覆われてるんで、解除しないと通れないいけないってことで、要は本星。むしろ厳重な警備ですね3
つもなんだっけバリアシステムを行ってるっていうのはむしろ厳重な警備です。ここですね、惑星ビュザベザ惑星ベザ、これが、本星ですね。いよいよ終わりが見えてきましたね。まあそんな長くはなかったね、やっぱり。なんだっけ、メガ CD マンと比べたら本当に短いですね。メガ CD マンはレベルと経験値レベル上げとお金稼ぎとかが大変でしたからね。お金っていうか、まあ、レベル上げか、どっちかっていうと。じゃあここであれですね、いろいろなんだっけ、いじりますか。まずは、ヘルバスターの G プレッシャーをフリージングで、格納庫に、格納するのが工業もうダメだね、サイコキュアが3つか、もう1個ぐらい持ってきましょうか。サイコキュアダンプで開発ツールサイコキュア、はい、サイコキュアですね。あと一応あれか、メディカルツールだったよね、確か。メディカルツールHP 回復なんだっけ、将子様が裏切る可能性があるんで、一応ほら仲間一人でも死んじゃうとゲームオーバーなんで、ハイメディカルか、ハイメディカルは作れないのか。ハイメディカルは作れない。そう、メディカルセットか。メディカルセット。これだね。1個ぐらい作っていきましょう。2つぐらい作っとくか。で、もう1個ぐらい作っとくか。あとはキャンプセットですね。キャンプセット。キャンプセットはあんだけあれば十分か。で、メディカルセット。よし、これで OK ですね。そうすると、ドゥムナの記号だっけかな。これはもう入れますよね。よし、できました。行きましょう。ラストダンジョンです。いよいよラストダンジョンです。これちゃんと宮殿になってますね。宮殿。これで宮殿になってます。オリジナル貼りませんでした。親衛隊ですね。親衛隊、ほら、親衛隊。ね、帝国の本拠地って言ったらやっぱ親衛隊ですね。親衛隊って昔からいるよね。インペリアルガードね。昔からいるよね。インペリアルガード。多分、有史以来いるんだろうね、親衛隊っていうのは。敵めっちゃ強いな。ザイザーキャノン食らっても耐えてるんだけど。嘘だろ。どんだけコマネチ野郎すごくない？コマネチ野郎。なんでコマネチ野郎ザイザーキャノン食らって耐えてたぜ。めっちゃ強えな。
カスタムやってなかった。敵に将子様と同じく、サイキッカーがいて、まさかのウェルダ様がサイキッカーに即死されたんだけどみんなこれが昔のゲームだぞ。ねえ、将子様が敵を即死させるんだったら簡単に言うと将子様が敵を即死させるんだったら逆もまたしかりってやつですね。さあ来ました。ラストですよ。ラスボスです。ラスボスです。よく来た。待っていたぞ。ドゥムノの意志を継ぐ者よ。玉座もろとも空中に浮いてるってやつですね。ジャグマ、このウィスペラードを貴様の思い通りにはさせない。降りてきて戦え。これジャグマの思った通りじゃわ。強い力を感じるぞ。これジャグマの声優さん池田さんだったら100点だったんだけどねねえその辺がちょっとスタッフがちょっとマイナス点ですね。ねえなんでジャグマの声優さん池田さんにしなかったんだろうね。池田修一さんにねえその辺がちょっとマイナス点ですね。本当に怒られるからかなPC エンジンあるんですよ。主人公が古谷さんでライバルラスボスが池田さんっていうゲームあるんですよ。実況やったやつなんだけど。何が思った通りだ。貴様が言った通りおびき出した挙句貴重な兵士たちをまた倒されてしまったではないか。シオン、強い精神力を感じるわ。ジャグマはその強い思念で自分に侵入してきたカーマを押さえつけ精神を融合させないでいるのよ。こんなケースは初めて見たわ。要はカーマにもただならぬ力を感じるのに。要はカーマを押さえつけてるんですね。融合させない。兵士どもの命など我が体毛に比べれば何ほどのこともなかろうって。なんと強い力だ。まさに宇宙を滅することのできる力がここにある。さあ願わくは我にその力を与えたまえ。さあ最終決戦ですね。神とその血が力の差というならば神の存在は不要らですね。行くぞででででででカーンでで。まずゾークですね。主人公はこれガイリュウですね。突撃だーですね。将子様えげつない。うわ精神攻撃が本当にやべえな。
こう見るとやっぱ野獣大統領の方が一番強かったんだけどあとさっきのね野獣大統領が野獣大統領で設定終わった。はいクリアしました。終わりですあれ野獣大統領が一番強かったんじゃないのかな。何だったんだ野獣大統領だけどでなぜかクリアしたんだけど経験値が入る。マインドストーム。シオン、私たちはとんでもない間違いを犯したかもしれない。それが何だったのか。この広間の形に何かがあったような、思い出すことができない。なんだこいつは。ウェルダさん。なんてこった。こんな化け物どうやって相手にしろってんだ。なんてやつだ。シオン、この広間を壊すのよ。ここの構造がカーマに特殊な力を与えているのよ。ゾークの力が肉体の代わりに精神の殻となって。母さん、そんなこと言ってもこんな巨大な広間をどうやって壊せば。天井よシオン、ここの天井を壊すのよ。そうか。脅かしやがって。シオンやったな。しかしどうやって奴を倒したんだ。さあ、わからないよ。思いつくままにやってみたんだし。ジョー、ウェルダ、シオン、ショウコ、そしてカル。ついにやったようだな。お父様。マモン、随分と遅かったじゃないか。もうすっかり片付いちまったぜ。いや申し訳ない。連邦の頭の固いお偉方を相手にしていたもんでね。しかしやっと分かってもらえたよ。今日から私がチャウスノーミの司令官だ。なんだって。ロイの野郎はどうなったんだ。まあ随分と問題の多い上官だったようだからね。今頃はどこか植民惑星のシェルフにでもなっているんじゃないかな。じゃあ俺たちは。チャウスノーミのステーションへ帰ってきたまえ。歓迎の準備を整えておくよ。キャッホー。極上の酒も頼むぜマモン。分かっているよ。はい、ということでした。で、エンディング曲がなんじゃこれってやつです。はい。で、はい。エンディング曲が何これってやつですね。
ほらメガ CD 版だとなんだっけなんだっけ第1部関東終わり方だったでしょ。PC エンジンではもう第2部が作られないっていうのは多分決定してるんで、なんかこんななんか変な曲が流れながらの終わり方になります。メガ CD 版の映画よかったら見てくださいね。あっちだとなんだっけ第2部に続くって形なので、なんだっけこっちだと要はもう完全にこれで終わりです。ちなみにこれなんで第2部作られなかったんですかっていうと、スタッフがまるまる辞めちゃったんですね。で辞めてしまってライトスタッフ辞めちゃって作ったのがなんだっけエメラルドラゴンなんだね。いや売れたんだよこれ結構92式さん売れたの結構だから移植されてるんだよこれ PC 版とメガ CD 版と PC エンジン版っていう風になってるんだね。だからなんだっけただ辞めちゃったんだスタッフが辞めちゃってなんだっけ違う会社作っちゃったんだよね。でそこがエメラルドラゴンとか作ったのだからシステムが似てるんだね。そうシステムであとはアムラの牙かな PC エンジンとアムラの牙とかスタッフがそっち行っちゃったんだよね。まあ昔のゲーム会社あるあるだね。ちなみにそういうゲームっていっぱいあるんだよ。例えばなんだっけなんだっけ鬼シリーズとかゲームボーイ版の鬼シリーズとかもそうなんですよね。鬼シリーズってあれなんだっけもともとパンドラボックスっていう会社作ってるんですけど会社も面白くてそっから辞めた人が後のどういう会社作ったのかっていうと例えばレベル5とかレベル5でさらになんだっけそこで辞めた人が作ったのがマブラブを作ったアージュとかだからそういうのは多いんだよね。例えばほらなんだっけウルフチームって言って日本テレネットさんにあったウルフチームが後に作ったのがスターオーシャンとかでしょ。スターオーシャンとかだからトライエースさんね。だから昔の要は今のあるゲーム会社さんってもともとはそういうゲーム会社に所属してたとか結構あるんだよね。だから元何々のスタッフっていうのが独立してゲームを作ってるっていうのが多いんですね。だからよくさなんかこれパクリじゃねって言ってる人いるじゃん。パクリじゃなくて同じスタッフが作ってるんですね。簡単に言うとね。だからよくなんかほらYouTube のコメントとかニコニコのコメントでこれ何々ゲームのパクリじゃねってコメントあるんだけどパクリじゃなくて同じ人が作ってる。同じ人たちがだから似てるんですね。似てるのそうだからその辺がね調べてるのすごい面白いですよ。だから例えばほら初期のスターオーシャンとテイルズ・オブ・ファンタジアがすごい似てるのもそういうことなんですよ。そういうことなんです。テイルズ・オブ・ファンタジアと初期のスターオーシャンがすごい似てたのもそういうことなんです。だから全部ちゃんと理由があるってことね。全部だからなぜこのソフトは例えばなんだっけファイヤーエムブレムのなんだっけクリエイターが任天堂を辞めちゃって作ったのがティアリングサーガとかね。ティアリングサーガだからなんだっけまあそういうのはいっぱいあるんだね昔のゲームは。だから92式さんよかったら私のゲーム実況とか過去の見ていただくと面白いよ。私多分そういうの喋ってるんでなんだっけ90式さん多分結構若いと思うんで若い人って多分今のゲームしか知らないと思うんだけど今のゲームができたっていうのはちゃんとそういう過去のゲームがあるからできたんであってでそういうなんだっけ人の流れとか歴史を見るとなんでこういったものができたんだろうっていうのはちゃんとあるってことね。例えば90さん Wii から始まったって言ったでしょ。Wii ってなんでああいうなんだっけ簡単な操作とかモーションをゲームにしたのかっていうとコントローラーが複雑すぎて一般人がゲームできないんだよね。一般人がボタンが8つもあると一般の方がゲームできないの。だから任天堂はモーションゲームって言って簡単なゲームにしたんですね。要は振るだけで動くとかね。だから Wii って大ヒットしたの Wii ってで DS もそうでしょ。 DS もタッチパネルに書けばいいっていうだけにしたんでヒットしたの。要は私みたいなガチのゲーマーとかだったらボタンが10個でも20個でもゲームできるんですけどそのゲームやったことない人とか週末のゲームやってる人だとどうしてもボタンがね8つも10個もあっちゃうと混乱してゲームできないんですね。例えばエルデンリングとかそうでしょ。エルデンリングとかなのでボタンが極力少なくしたんですね。ボタンをだからなんだっけ任天堂スイッチも実はなんだっけほらなんだっけジョイコンって L と R に分かれるでしょ。2プレイ用に
そうすると少ないボタンでプレイできるでしょ。だからああいうちゃんと要はガチゲーマー以外、要はなんだっけ、その一般層にもやるために作ってあるから任天堂のソフトってめちゃめちゃ売れるの。だから要は一般層まで買うから、普通ゲームやらない一般層まで買うから売れるんですね。要は何でもそうなんだけど、ガチ向けに作っちゃうとガチしか買わなくなっちゃうから売れなくなっちゃうんですよね。逆に一般層までターゲットに絞って作ると例えばみんなが一番分かりやすいのが動物の森とか、集まれ動物の森とかそうでしょ。だからああいう一般層までターゲットにすると大ヒットするっていうのがゲームなんですね。だからなんだっけ、簡単だけど奥深いっていうゲームを作るとやっぱヒットってしやすいんですね、結局は。まあ、この辺はねゲーム私はほらゲームの歴史40年以上見てるんで、40年間いろんなほら売れたゲーム売れなかったゲームとか見てますんで、そういうのを見ていくと面白いですよ本当に。もともとゲーム実況を始めたのは若い世代の方がなんだっけ、ゲームのことをよくわからないっていう方が結構多かったんで、ガンダムの解説と一緒ですね。だから生放送でこうやって、要はこのゲームはこうなんですよとかね、要は若い世代の方にもそのゲームの歴史を知っていただきたいなと思いましたんでね、それでゲームの実況を始めた感じです。なので新しいゲームから古いゲームからいろんなゲームやってるっていうのはそれが理由ですね。趣味なんでね、うん、ゲームをやることは趣味なんですね。はい、ということでした。面白かったですかね。これがなんだっけ、PC エンジン版アルシャークですね。でメガ CD 版はアップロード終わってますんでね、よかったら気になった方は比べていただくといろいろ違いが分かるんでね、面白いと思います。じゃあこの後時間が早く終わったんで任天堂スイッチの、ゲームをやりたいと思います。去年発売したやつですね。なので、ちょっと10分ぐらいかかりますんですけど、スタンバイに10分ぐらいかかるんで、よかったら、放送しますんでね、よかったらまたご来場ください。よろしくお願いいたします。はい。では、アルシャークの実況はね、これで終わりたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。長時間のね、お付き合いありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。